解説。台湾文化の不思議な魅力、知っておきたい伝統と風習ベスト10。ねえマリサ、台湾って最近人気の観光地だよね。でも、台湾の文化とか風習ってあまり詳しく知らないんだよね。確かに台湾は魅力的な場所だぜ。歴史や文化が複雑で、独特な伝統がたくさんあるんだ。特に、台湾の伝統と風習は、中国大陸や先住民、さらには日本の影響も受けていて、とても興味深いんだよ。へえ、そんなに色々な文化が混ざっているんだね。具体的にはどんな風習があるの？例えば、旧正月やお祓いの儀式、夜市での食文化なんかが代表的だな。台湾の文化は、地域ごとに違う部分もあるから、どの地域を訪れるかによっても体験できる文化が違うんだ。そうなんだ。じゃあ、今日は台湾の伝統や風習について、もっと詳しく教えてよ。いいぜ。今日は台湾文化の不思議な魅力、知っておきたい伝統と風習ベスト10を紹介するから、楽しみにしてくれよな。台湾の魅力をたっぷり教えてやるぜ。第10位、台湾の旧正月。台湾の旧正月って、どんな感じなの？台湾の旧正月は、中国本土と同じく旧暦で祝われるんだ。新年を迎える一大イベントで、家族が集まって盛大にお祝いするんだよ。大晦日にはみんなでごちそうを囲んで、正月には爆竹を鳴らして悪霊を追い払う風習があるんだ。爆竹って、日本のお正月にはないから、面白いね。それに、旧暦で祝うっていうのもなんだか不思議な感じだね。そうだな。旧暦を使うのは、古代中国からの伝統が続いているからなんだ。台湾では家族の結びつきがとても強くて、旧正月はその家族愛を再確認する重要な行事なんだよ。親戚が集まって、一緒に餃子や年光、二円顔を食べるのが定番だぜ。年光ってお餅みたいなものだよね。台湾の旧正月には、他にも何か特別な習慣があるの？あるよ。正月の3日目はネズミ嫁日といって、夜中に部屋の明かりを消して静かに過ごすんだ。これは、ネズミが結婚する日だから、静かにして祝ってあげるっていう伝統なんだ。他にも、正月の期間中はお年玉を子供たちに渡す風習があって、台湾の正月は賑やかで楽しいイベントが盛りだくさんなんだよ。第9位、廟とお祓い文化。台湾には、廟っていうお寺がたくさんあるって聞いたけど、どういう場所なの？台湾の廟は、仏教だけじゃなくて道教や民間信仰も混ざった独特な場所なんだ。台湾人にとって、廟は信仰の中心であり、日常生活に深く根付いているんだ。運勢を占ったり、お祓いをする場所としてよく使われているんだよ。占いやお祓いか。日本の神社みたいな感じなのかな？少し似ている部分もあるけど、台湾ではもっと日常的に訪れる場所なんだ。例えば、何か新しいことを始める前や、トラブルが起こった時に、お祓いをしてもらうんだ。廟では、投げう、ボエっていう占い道具を使って、神様にお伺いを立てるんだよ。木片を投げて、神様が、はいか、いいえで答えるっていうシンプルな仕組みなんだけど、台湾の人々にとってはすごく重要なんだ。そんな風に神様とコミュニケーションを取るんだね。お祓いはどんな感じなの？お祓いも日本とは少し違って、火や香を使って悪い運気を払うんだ。廟には、家族や仕事の運気を上げるために、頻繁にお祓いに来る人が多いんだ。仕事がうまくいかない時や、健康に不安がある時は、お祓いで運を良くしようとするんだよ。なるほど。台湾ではお祓いや占いが生活の一部なんだね。第8位、夜市での食文化。台湾の夜市ってすごく有名だよね。どんな食べ物があるの？台湾の夜市は、まさに食文化の宝庫だよ。古吉、シャオチーと呼ばれる軽食やおやつが多くて、地元の人も観光客も大好きなんだ。代表的なものだと、臭豆腐、加古鮮、おあじん、胡椒餅なんかが人気だな。夜市は基本的に夕方から夜中まで開かれていて、活気に満ちているんだ。臭豆腐って、ちょっと匂いが独特だけど、美味しいの？そうだな。臭豆腐は匂いが強烈だけど、食べると意外と癖になる味だよ。外はカリッとして、中はトロッとしてて、特製のタレをつけると絶品だ。
最初は抵抗があるかもしれないけど、一度食べたらまた食べたくなるんだよ。なるほどね。他にも何か特徴的な食べ物はある？オアジェンは台湾風のお好み焼きみたいなものだな。牡蠣と卵を使って作るんだけど、ソースが甘辛くて絶妙な味わいなんだ。それから、胡椒餅は外はパリパリ、中はジューシーな肉まんみたいな感じだよ。香ばしい胡椒の風味がたまらないんだ。台湾の夜市では、食べ歩きが楽しいってことだね。そうだよ。夜市は単に食べ物を楽しむだけじゃなくて、台湾の庶民文化を体感できる場所なんだ。友達や家族と一緒に歩きながら、いろんなお店を巡るのが夜市の醍醐味だぜ。第7位、台湾の結婚式の伝統。台湾の結婚式ってどんな感じなの？日本の結婚式とは違うの？台湾の結婚式は、伝統的なものと現代的なものが融合した形なんだ。特に注目なのが、迎え目、引地と呼ばれる新郎が新婦を迎えに行く儀式だな。新郎が新婦の家に行って、彼女を迎えに行くんだけど、その際に花嫁は赤いドレスを着て、顔をベールで覆うんだ。古くからの伝統で、赤は幸運や繁栄を象徴しているんだよ。赤いドレスなんだね。日本の白無垢とは全然違う感じだね。台湾の結婚式では、色彩豊かな衣装がよく使われるんだ。しかも、結婚式の途中でドレスを何度も着替えることが多いんだ。最初は伝統的な赤いドレスで、披露宴の途中で白いドレスに着替えたり、もっとカジュアルなドレスに変えることもあるんだよ。すごいね。着替えが多いんだ。披露宴はどんな感じなの？披露宴はとにかく盛大で、家族や友達だけじゃなく、仕事関係の人も呼んで大きなお祝いをするんだ。料理も豪華で、海鮮や肉料理がずらりと並ぶんだ。食事も楽しみの一つなんだよ。台湾の結婚式は伝統と現代が混ざり合ってて、すごくユニークなんだね。第6位、発火文化とその影響。発火って、台湾でよく聞くけど、どういう文化なの？発火は、中国南部から移住してきた民族のことで、台湾でも発火文化が根強く残っているんだよ。発火の人たちは特に農業が得意で、台湾の山間部や田舎に多く住んでいるんだ。彼らの文化は勤勉さと強い家族愛が特徴で、台湾の発展に大きく貢献してきたんだ。農業に強い文化なんだね。具体的にどんな影響があるの？まず発火料理が台湾全土で親しまれている。発火こいた、シャオチャオや、梅干しなひか肉、メーガンツァイコーローといった料理が有名だよ。発火料理は味が濃くて、保存食が多いのが特徴なんだ。それに、発火の建築や伝統的な祭りも台湾文化に大きな影響を与えているんだ。発火の人たちは台湾の中でも独自の文化を持っているんだね。他にも何か特徴はあるの？発火の人々は、強いコミュニティ意識を持っていて、家族や親戚とのつながりがすごく大事にされているんだ。彼らは教育にも力を入れていて、多くの著名な学者や政治家を輩出しているんだよ。台湾の政治や経済にも大きな影響を与えている存在だと言えるぜ。発火文化は台湾の基盤に深く根付いているんだね。第5位、台湾の茶文化。台湾のお茶って有名だよね。どうしてそんなに特別なの？台湾のお茶は、その品質の高さと風味の豊かさで世界中に知られているんだ。特に有名なのはウーロン茶だな。台湾は山岳地帯が多いから、茶葉の栽培に最適な気候と土壌が整っているんだ。お茶の栽培方法にも工夫があって、独特な製法で香りや味を引き出しているんだよ。ウーロン茶ってよく聞くけど、どうやって作られているの？ウーロン茶は半発酵茶って呼ばれるカテゴリーに入るんだ。摘んだ茶葉を一度発酵させてから、途中で発酵を止めるんだよ。これがウーロン茶独特のフルーティーな香りと、さっぱりした味わいを生み出しているんだ。台湾では鉄観音や高山茶なんかも人気だぜ。お茶を飲むだけじゃなくて、台湾にはお茶に関する風習とかもあるの？もちろんだ。台湾ではお茶を飲むことは、ただの飲み物以上の意味があるんだ。特に、茶芸というお茶を入れる儀式があって、これは日本の茶道に似ているんだよ。お茶を通じて、心を落ち着けたり、人との絆を深めたりするんだ。お茶は、台湾文化の中で重要な役割を果たしているんだよ。
台湾のお茶文化は、ただ美味しいだけじゃなくて、心をつなげる役割もあるんだね。第4位、台湾先住民の文化と祭り。台湾には先住民がいるって聞いたけど、どんな文化を持っているの？台湾には14の先住民族がいて、それぞれ独自の言語、習慣、伝統を持っているんだ。アミ族、パイワン族、タイアル族なんかが有名だな。彼らの文化は、自然との共生を大切にしていて、狩猟や農業を中心とした生活をしてきたんだ。自然と共生って、具体的にはどんな感じ？先住民の人たちは、狩猟や漁業を行う際に、自然の恵みに感謝し、必要な分だけを取るっていう考え方が根付いているんだ。祭りでは、収穫を祝う豊年祭が有名だよ。この祭りでは、踊りや音楽が中心で、特にアミ族の伝統的な踊りが有名だ。色鮮やかな衣装を身にまとって、みんなで輪になって踊るんだ。それは楽しそうだね。台湾の祭りはどんな感じで行われるの？豊年祭は、毎年夏に開催されて、収穫の感謝と来年の豊作を祈るんだ。特に有名なのがアミ族の豊年祭で、数日間にわたって踊りや歌、競技が繰り広げられるんだよ。伝統的な楽器を使ってリズミカルに踊る様子は、地元の人だけでなく観光客にも人気なんだ。台湾の先住民の文化って、本当に豊かで独特なんだね。第3位、夕船レースの歴史と風習。夕船レースって、名前だけは聞いたことあるけど、どういうものなの？夕船レースは、ドラゴンボートレースとして有名だ。端午節という台湾で重要な伝統行事の一環として行われるんだ。端午節は旧暦の5月5日にあたる日で、もともとは中国から伝わったものだけど、台湾でも大々的に祝われているんだよ。長いドラゴンの形をした船を漕いで競争するんだ。ドラゴンの形をした船、なんだかすごく派手だね。そうなんだ。船には色鮮やかな竜の頭が飾られていて、それを漕ぐ人たちは全員で力を合わせてゴールを目指すんだよ。この行事は、古代中国の詩人、屈原を記念して始まったんだ。屈原は国を思って自ら命を絶ったんだけど、その魂を慰めるために、人々が船を漕いで川を下ったのが夕船レースの始まりなんだ。そんな由来があったんだ。ただのお祭りじゃなくて、歴史的な意味が込められているんだね。台湾では、夕船レースはスポーツとしても人気があって、国内外から多くのチームが参加するんだ。特に端午節の日は、家族や友達と一緒に応援するのが定番なんだよ。それと、端午節の時期には、ちまき粉、ゾンズという餅決めで作られたちまきも食べるんだ。これも屈原を慰めるために川に投げ込んだ食べ物が由来なんだよ。夕船レースとちまき、両方とも台湾の伝統行事に欠かせないものなんだね。第2位、台湾の中秋節と月餅文化。中秋節って、日本でも少し聞いたことあるけど、台湾ではどんな風に祝うの？中秋節は、台湾では家族や友達と一緒に過ごす大事な日なんだ。旧暦の8月15日にあたるこの日は、月が最も美しいとされる日で、月を見ながら感謝の気持ちを伝えるんだよ。そして、月餅を食べるのがこのお祭りの大きな特徴だな。月餅ってどんなものなの？月餅は、丸い形が満月を象徴していて、家族の団結や幸福を表しているんだ。中にはあんこやナッツ、卵の黄身なんかが入っていて、ちょっと重めのデザートだな。台湾では特に中秋節の時期になると、いろんな種類の月餅が店に並ぶんだ。月餅ってただのお菓子じゃなくて、ちゃんと意味があるんだね。台湾では他にも何か特別なことをするの？もちろんだよ。台湾では中秋節にバーベキューをするのが定番なんだ。家族や友達が集まって、庭や公園でお肉や野菜を焼きながらお祝いするんだ。特にこの時期は月が綺麗に見えるから、月を眺めながらみんなで楽しい時間を過ごすんだよ。美味しい月餅を食べながら、みんなで月を眺めるなんて、すごくロマンチックなお祭りだね。中秋節は台湾の家族文化を象徴する日でもあるんだ。月を見て、家族の健康と幸せを祈る大切な行事なんだよ。第1位、台湾の豊年祭。豊年祭って、どんなお祭りなの？
台湾の先住民族が毎年行う収穫を祝うお祭りなんだ。特にアミ族やパイワン族など、台湾の先住民族が大切にしている伝統行事で、毎年夏の終わりから秋にかけて行われるんだ。豊作への感謝と、来年の豊作を祈る意味が込められているんだよ。具体的にはどんなことをするの？お祭りの中心は、歌と踊りだな。特にアミ族の豊年祭では、民族衣装を着た人々が大きな輪を作って、伝統的な音楽に合わせて踊るんだ。この踊りは、ミリュウというもので、参加者全員が手をつないでリズムに乗って踊ることで、コミュニティの結束を象徴しているんだよ。手をつないでみんなで踊るって、楽しそうだね。他にも何か特別な習慣はあるの？豊年祭では、収穫した作物を神様に捧げる儀式も行われるんだ。米や果物、そして家畜などを祭壇に備えて、来年も豊作であることを祈るんだ。競技も行われて、特に弓術や伝統的なスポーツが人気だぜ。これも先住民族の生活や文化に根ざしたものなんだ。豊年祭は、台湾の自然や文化に対する感謝が込められたお祭りなんだね。その通りだよ。台湾の先住民族にとって、過去と未来をつなぐ大切な行事なんだ。観光客も参加できることが多いから、台湾に行ったらぜひ体験してみてほしいぜ。台湾文化を振り返って。台湾にはこんなにたくさんの魅力的な文化や風習があるなんて、すごい発見だったよ。中国の影響だけじゃなく、先住民の文化や日本統治時代の影響も混ざり合っているから、独特な風習がたくさんあるんだ。こういった多様性が、台湾の魅力をさらに深めているんだよ。伝統を大切にしながらも、現代の生活にもしっかりと溶け込んでいるんだね。夜市の食文化や中秋節のバーベキューなんか、伝統的なお祭りなのに現代的な楽しみ方が加わっているのが面白い。その通りだ。古いものと新しいものが調和していて、それが人々を引きつけるんだ。家族やコミュニティを大切にする価値観は、台湾の祭りや風習の根底にあって、それが一体感を生んでいるんだよ。これだけ多様な文化を持っているから、台湾を訪れるたびに新しい発見がありそうだね。台湾の風習や伝統は、どれも深い歴史と意味が込められているから、もっと知りたくなるだろう。次回台湾に行くときは、ぜひ現地で体験してみるといいぜ。実際にその場所で文化に触れると、もっと深く理解できるはずだよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。